こんばんは、クリミナルです。今回は短めの動画です。皆さんは恋人や配偶者と喧嘩をしたことがありますか？口喧嘩程度なら誰もが一度は経験したことがあるかと思います。すぐ仲直りできるような些細な口喧嘩なら問題ないのですが、ヒートアップし、最悪事件にまで発展してしまうこともあります。殺人事件の動機で一番多いのが憤怒や怨恨です。次に多いのが痴情のもつれです。痴情のもつれとは恋愛感情が原因で起きる行き違いや不和のことです。この動画では恋人や配偶者の間で喧嘩が起きないようにするにはどうすればいいのか、また喧嘩してしまった時どう対処するのが望ましいのかをご紹介します。皆さんは感情的になってしまい、なんであんなことを言ってしまったんだろうと思ったことはありますか？人は怒りを感じた時やひどく悲しんでいる時、本心でもないことを言ってしまうことがあります。自分の感情をすぐに言語化して相手にぶつけてしまうと、かえって理解が浅くなり、真の感情がわからなくなってしまいます。これが言語的隠蔽と呼ばれるもので、なんであんなことを言ってしまったんだろうと後悔をしてしまう原因です。口喧嘩をし、互いにヒートアップしている時に発してしまう言葉は本心でないことが多いのです。それを相手が真に受けてしまうと、喧嘩はさらに悪化します。その結果、破局してしまったり、最悪相手に危害を加えてしまいます。こうした最悪の事態を避ける簡単な方法があります。それは一晩寝かすことです。口論を続けるのをやめ、一旦今日はやめて、また明日話そうと提案してみましょう。一旦距離を取り、一人で時間を過ごすと、爆発した感情がだんだんと収まっていき、自身を客観的に見つめ直すことができます。また、友人に話を聞いてもらったり、気晴らしをすることでストレスを解消できます。さらに就寝を挟むことで、翌日にはすっかり冷静になり、仲直りできる可能性がぐっと高まります。補足としてもう一点ご紹介します。男女には脳の違いがあります。女性は悩みがあると会話することでストレスを解消しようとしますが、男性は一人になって問題を見つめ、整理したいと考えるのです。口論した時に女性の方が一人になろうとする男性を引き止め、ちゃんと話し合いましょうとしつこく食い下がると、かえって関係が悪化してしまう恐れがあるのです。もちろん、ちゃんと話し合うのは大事なのですが、一旦時間を置いた後に話し合うことをお勧めします。ちなみにこれは喧嘩していない時にも言えて、男女間には最適な距離感というものがあります。くっつきすぎず、離れすぎないという距離感です。寒空の下に2匹のヤマアラシがいました。2匹のヤマアラシは体を寄せ合って暖を取ろうとします。しかし、くっつきすぎると互いのトゲが刺さり合って傷つけてしまう。かといって離れすぎると寒い。そこで2匹のヤマアラシは近づいたり離れたりを繰り返しながら互いを傷つけることなく暖を取れる最適な距離を見つけ出し、そこに落ち着くのです。これをヤマアラシ理論と言います。要は近づきすぎると喧嘩になり、離れすぎると寂しくなってしまうのです。先述の通り、女性は会話をすることが好きで、話を聞いてもらいたいという欲求があります。対して男性は、時には一人になりたいと思っています。これを念頭に置き、互いに許容することで、関係を良好に維持することができるかもしれません。男性は女性の話に合理性や目的を求めず、ただ話を聞いてあげる。少し話が長いと感じても、すぐに結論は何が言いたいのと迫らないことです。対して女性はいくら男性のことが好きでもずっとべったりしたり、ずっと話しかけるのは控え、ある程度一人の時間を作ってあげるのです。話は変わりますが、喧嘩が一番多く発生する曜日は何曜日だと思いますか？ブルーマンデーと言われる月曜日でしょうか？それとも日曜日でしょうか？答えは水曜日です。アイオワ大学の教授が行った調査によると、1週間のうち一番口喧嘩をした回数が多いのはダントツで水曜日だったそうです。月曜日は土日で体を休めリフレッシュしたことで意欲や緊張感を持って仕事や勉学に励むことができます。
ただ、それがだんだんと緩んでいき、週の真ん中である水曜日にトラブルが発生しやすいという結果が出たのです。つまり、パートナーとの話し合いの場は水曜日に設けない方がいいということになります。また、ビジネスにおいても大事なセッションや会議は水曜日にしない方がいいと言われています。次に、浮気や不倫について話していきたいと思います。浮気や不倫が発覚すると築いてきた関係が一気に崩壊してしまうことは皆さんもご存知だと思います。これが原因で事件に発展してしまうこともあります。では、なぜ一部の人はリスクを承知で浮気や不倫をしてしまうのでしょうか。理由の一つ目としては、男性は多くの遺伝子を残したい。女性はより優秀な相手の遺伝子を手に入れたいという生物学的な説があります。そして二つ目が不足原則と自己拡大です。不足原則とはパートナーとの間に不足していることを他者と補おうとすることです。性交渉を持ちたくてもずっと拒否される。家デートばかりでどこにも連れて行ってくれない。最近全然話を聞いてくれない。優しくしてくれない。といったものです。では、それらをすべて叶えてくれる人と偶然出会ったらどうなるでしょうか。例を挙げると、ある主婦の女性 A さんがパート先の店長の男性 B さんと親しくなったとします。B さんは優しくて何でも話を聞いてくれます。さらに、夫には言われない自分のいいところを褒めてくれます。これが自己拡大です。要は、自分では気づかない自分のいいところを B さんが気づかせてくれたわけです。さらに B さんは普段夫が連れて行ってくれない場所にデートで連れて行ってくれました。マンネリ化していた日々の暮らしが一気に新鮮になりました。こうして A さんは B さんに夢中になり、ついには一線を越えてしまいました。では、浮気や不倫を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。それは今ご紹介した不足原則と自己拡大を念頭に置き、パートナーに接すればいいのです。最近どこにも出かけていないのであればデートに連れて行ってあげればいいですし、強く当たりすぎていたと思う節があるのなら優しくしてあげればいいですし、普段褒めないような箇所を褒めてあげることもいいと思います。そうすることで関係が良好になり、パートナーの気持ちが揺らいでしまう可能性も低くなることでしょう。最後にカリフォルニア大学のキング博士が行ったある調査結果をご紹介します。調査対象となったのはカップル55組。その中であることをしなかったカップルの 86% が5ヶ月以内に破局してしまいました。そのあることとは、名前やニックネームで呼び合わないということです。パートナーに話しかけるときに、おいとか、なあとか、ねえと話しかけ、名前やニックネームで呼び合わないカップルのほとんどが別れてしまったのです。自分の名前を呼ばれるだけで人は嬉しくなり、より親密に感じるのです。今現在、パートナーと名前を呼び合っていないのであれば、今から始めることをお勧めします。それでは、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。